はい、どうもゆうです。今回はですね、4231のカスタム戦術について紹介していきたいと思います。でですね、前回紹介した4231選手選考ですね。あれの動画の続きになります。今回に関しては、FCS 準優勝した時の主な、戦術変更ですね。メインの戦術はこれで、試合中どういう変更をしたかっていうのも含めて紹介していけたらなと思います。で、ちょっとスカット解体をもうしてるんで、今のメンバーに関してはちょっとめちゃくちゃになってますけど、それはもう気にせず見てください。戦術だけを気にしてみてもらえたらと思います。でですね、4231などを使ってました。で、カウンター高いですね。65です。で、カウンターなんですけど、これに関しては、大会の前日に変えました。理由が、バランスでずっとやってたんですけど、なんか攻撃のスピード感がないなってあったりとか、結局4231の前の4枚で、結局、なんか遅攻になって、あまり攻めきれずに取られてまたカウンター食らうっていうのが多くて、その関係でカウンターで、スピード感ですね。前2枚が結局、シャドウストライカー、で、両サイドのキャムを使ってたんで、その関係で、カウンターにした方が、スピード感が出て、点も増えたんで、攻撃力の、アップっていう意味も込みでカウンターにしたって感じになります。で、守備的アプローチは65なんですけど、これに関しては、なんかライン下げすぎたら、結構失点増えて、逆に上げすぎたらダイレフラスでやられるんで、なんか65でやってたっていう感じです。これに関しては、試合中はほぼ変えてないので、リードした時に、70分とかかな。グループ予選の時もそうですし、決勝トーナメントも70分の時にはこれをバランスにはしてました。バランスにして、あと、ここをバランスにする、ダイレフラスをしてくる方相手にはバランスをしてたんですけど、そこまで気にならなかったんで65でやってたってことが多かったですね。で、カウンターでやってました。で、選手の指示なんですけど、ゴールキーパーはゴールキーパーでやってて、ディフェンダーですね。で、ここのポイントはやっぱ重視バランスにしてました。これに関しては、なんか、ディフェンスもう一回戻してやったんですけど、なんかうまくいかなくて、その方が失点が増えたんで、またバランスでやってたんですけど、何が大きく違うかって言われたらちょっと説明しづらいんで、自分はこのバランスがハマってたんで、やってたっていう感じになります。右サイドバックがサイドバックのディフェンスですね。これはもう、守備を固めたいという意味でディフェンスを入れてました。右に関しては、左に関してはウィングバックプラプラのバランスですね。これはどっちかに、ウィングバックプラプラの選手入れて、どっちかにサイドバックを入れたいんじゃないかなと思います。で、ここに関してはボランチとディフェンスにしてて、以前出した動画ではボランチとローミングにしてたと思うんですけど、ちょっとそれが個人的にちょっと気になりだして、もう後ろのラインで、構えててほしいっていうのも込みでボランチディフェンスにしてました。もうこの辺の後ろに関してはほぼほぼ変えてないんですけど、リード取った時はやっぱりサイドバック、ここを、サイドバックにして、ディフェンスに変えてはいました。70分リードの時とかはやっぱ手を上げてしまうとそこを疲れることがあるので、あとは別にトリガーなんで上げてしまえばいいんで、リードした時はここをサイドバックディフェンスでやってたっていうぐらいですかね。他に関しては特に触ることはなかったです。こちらの部分も変えてはなかったですね。で、ここですね。プレイメーカービルドアップなんですけど、これに関しても、ずっとビルドアップでやってました。ただ、ちょっと大会の時に関しては、バランスでやりました。これも理由があって、ちょっと降りてきすぎて、得点源があんまり作れなかったっていうところが気になりまして、前に残して4枚でカウンターするっていうのを作りたかったんで、バランスにして、デブライネから鋭いパスで、ここもともとデブライネだったんで、両サイドを活かしたりとか、前のST ですね。スミスを使ってたんで、スミスにダイレフラスを使うっていうのを、ちょっと意識がけする意味も込みで、プレイメーカーバランスにしてました。で、これに関してはですね、結構前半うまくいかなかった時、決勝トーナメント含め、あとグループ予選ですかね、含め、なんかうまくいかない時が実際やっぱあって、4枚前残しになって、ギャップができたりしたりとか、相手とのフォーメーションの兼ね合いが全然うまくいかなかった時があったんで、その時に関しては、ここをビルドアップに変えました。ビルドアップに変えて結構ハマった印象があります。配信台の試合とか、特にですね、グループ戦の含め、決勝トーナメントを含め、ここはハマったかなと思います。これにすることによってやっぱ守備が落ちてくるんで、守備の時含め、攻撃の時も含め、
トップ下が結構降りてきてくれるんで、守備も1枚増えるような形になるし、攻撃の時も、降りてくることによっての、相手のマークが外れやすい。相手が特に 2CDM とかの場合も込みで、相手からのマークが外れやすいっていうのも込みで、マークが外れやすいっていうのもあって、ここが組み立てやすくなったなっていう印象はあります。なので、ここに関してはプレイメーカーをバランスであったりとか、ビルドアップっていうのが結構ポイントになったかなと思います。で、両サイド、シャドウストライカーオフェンスですね。これが結構ポイントだったかなと思います。カウンターの時に含め、前に残っててほしいっていうのも込みで、で、両サイドにシモンズとボンマティを入れてたんで、ドリブルもこなせるし、パスも出せて、シュートも狙えるんで、そういった面で言っても、この2人がすごい生きたかなと思います。で、これに関しても、リードしてるときは、たまにビルドアップ、両方ビルドアップにして、10枚守備ですね。これまた別動画で出してるんですけど、4231の。10枚守備をやったりとか、例えば1枚をビルドアップの、して、プレイメーカービルドアップにして、で、1枚はシャドウストライカーですね。本当に前作の4321みたいな形で、前に前残しの他全員守備戻らせるっていう形をやったりとか、もう10枚戻しやったりとか、いろいろな形はやってました。本当に、なんて言うんですかね、この4231自体は、前3枚に関しては、指示によって本当に攻撃パターン、守備含め、だいぶ変わるんで、すごいおすすめにはなるかなと思います。やり方次第で本当に攻撃パターン、守備も含め、だいぶ変わるんで、リードしてる時には、10枚の戻しとか9枚戻しにして、でもかつ1枚残してカウンターもできるよっていう状態にしてたりとかですね。上げ側をわざとプレイメーカービルドアップにして下げて、そこを下げたところ、サイドバック、手をとかを上げて、フラスで通して点を取るとかっていう形とかもできたんで、そういった面で言っても本当にこのトップ下の部分を選手指示によって本当に変わるなっていう印象があります。なのですごい超おすすめかなと思います。はい。なので逆に言えば、今回の大会に、特に決勝ですね。反省点だったのは、自分の人選的にこの4231もしくは4222は可変できたんですけど、やっぱりサイドアリホメを可変できない。それを見込んでやってなかったらちょっと失敗したなと思いました。本当にフォーメーションが決勝の場合ハマっていたので、特にビルドアップの時点ですでに詰まったりっていうことがめちゃくちゃ多くて、手詰まりになることが多かったんで、そういった面で言うと、やっぱり選手選考の時にキャムとサイドもできる選手であったりとか、例えばベンチにサイドの選手を入れるっていうのが重要だったかなと思います。本当に今作に関しては役割であったりとか含めて、やっぱりいろんなフォーメーションが使えるようになっとかないといけないなっていうのは感じました。もうメインフォメは十分それでいいとは思うんですけど、相手によって特にこの4231とか癖がやっぱあるので、本当にフォーメーション次第ではハマって何もできないという可能性も十分あるんで、そういった別のフォーメーションを持っとくっていうのが特に重要かなと感じましたね。はい。なのでそういった面も含めて、反省点も含め、今後もそういった形も含めての動画を出せていけたらなと思っております。なのでいろんな動画、カスタム出してますけど、一つの選択肢として使ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。で、前はアドバンスフォワードでやってましたと。はい。で、コードに関しては、左上に載ってるんですけど、3DPR。これに関しても、使っていただけたらなと思います。これは以前 X にも投稿させていただいたんで、そこに関してはほとんど変わってないっていう感じです。トップ下はちょこちょこ触ってるかもしれないんで、そのコードを入れたタイミングで多少変わってはいるかもしれないですけど、はい。基本的には今回説明したような形になります。で、ちょっと声がね、ガラガラなんで聞きにくい部分はあったかもしれないですけど、また改めてその辺もライブ配信とか動画で話せたらいいかなと思うんで、よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。紹介最後にしたいと思います。FC25 の転売情報になります。こんな感じでですね、情報を出しております。今一応自分としてはサーバーを3つ持ってまして、いろいろあって3つになったんですけど、転売情報をメインにしている自分だけがほぼ投稿できる、サーバーと、もう一つは相談ですね。質問であったりとか、
転売情報に対しての、質問系であったりとか、あと SBC アンケート、リーク情報であったりとか、こうやって YouTube の、自分の YouTube を載せてたりとか、あと雑談ですね。皆さんが、こんなこと困ってるとか、コントローラー設定であったりとか含めて、バグとかも含めてですね、情報をしたりとか、例えば X とかでいい情報であったりとか、プレイ面含めて、その辺の情報共有した方がいいなっていう部分があったら、ここに上げてるという感じになります。あとはですね、SBC アンケートとか質問も入れて、これ作るべきじゃないかっていう部分も、この辺で見たりとかもできるっていう風になっております。市場とかもそうですね、質問、皆さんから自分が上げた投稿に対してあったりとか、これいつ売りましょうとかいうのも含めて、この辺で相談できるようにしているという感じになります。で、こういった感じでですね、サーバー、エボリューションおすすめだったりとか、これはもう490を特典にしてるやつなんですけど、スカット相談であったりとか、ゴール集解説おすすめ選手、あとコーチング動画に対しての、あれですね、ご希望であったりとか、あとはプレイ相談。で、ここにプレイ動画ということで、例えばこのシーン、どうやったら守ったらよかったですかとか、どうやって決めたらよかったですかとかいうのを相談できるような部分も作ってますので、こういった部分もできたりとか、あとはカスタムとかコード共有ですね。あとはフレマっていうのは、定期的にフレマ会やったりとかですね、そういうのもやったりもしてるっていう感じになっております。はい。メインはやはりこの転売情報のここの部分になると思うんで、金であったら特殊シルバーアイテムとかです。あとは過去情報とかも、こういう感じでブラックフライデーであったりとか、各作 TOTY の値段変動であったりとか、アップグレード系ですね。とかはもうここで全部履歴を残していくような形にしてて、FIFA22 からこのような形で情報を取っていってますので、ここに加工作を含めて情報が見れるっていう風になっております。あとは便利機能フットビーとか、フット GG とか含め、その辺のこの機能を使った方がいいよっていう部分であったりとか、成功案件とかですね。こことかはもう正直誰でも入っていただいて、ここを見るようにするのは一つありなのかなと思うんですけど、結構海外の方とかはこれをやってたりはするんですけど、はい。ここは有料会員の方にして、他に関しては全然無料でもいいのかなっていうのは正直思ったりはしている部分ではあるかなと思っております。はい。で、そうですね。メインがここになるので、もし興味ある方とかはですね、ぜひ入っていただいて、Twitch のサブスク、Twitch であれば Amazon プライム入っている方は無料ですし、それ以外に関しては、Twitch の有料会員もしくは、YouTube のメンバーシップの有料会員に入っていただければ、こちらの方 Discord 招待しますので、よければ入っていただけたらと思います。だからDiscord の方でも、サブスクを作ることができるみたいなことも、聞いてますので、その辺もちょっと今後、取り入れていきながらですね、やっていきたいなとも思っているので、はい。そういった部分も含めてですね、ご質問とあれば、自分の X も含めて DM いただければと思いますので、ぜひお気軽にご連絡いただけたらと思います。で、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。